ニンニクオイルをですねしっかりともつに絡めて、そしたらここでパッサータが入ります。で最後一気に混ぜ合わせて。はい、こんにちは、シェフのハウユです。今日は豚もつのアラビアータを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ニンニク、唐辛子、イタリアンパセリ、パスタタイポモドーロ、豚もつ、くず野菜、香味野菜、黒胡椒、塩、オリーブオイルです。はい、それでは今日はスーパーの豚もつを使ったアラビアータを作っていくんですけど、内臓料理っていうのはイタリア語でクイントクワルトって言います。でこの内臓料理はイタリアではもう一つのジャンルとして確立されているお料理で、たくさん本当にイタリアに行くと内臓料理ってあるんですよ。でその中でも今日はですねアラビアータ仕立てにした最高の料理をこれから早速作っていきます。まずはこのスーパーで買った豚もつをですね、この豚もつはボイルしてあるものなのでそのまま使えるっちゃ使えるんですけど、ちょっとやっぱり臭いっていうのがあるのと、あと味が入ってないので、これからですねこの鍋の中にまずもつ入れます。でそれと今日用意したのは香味野菜の玉ねぎ、人参、セロリと、あとはですねもうぶっちゃけ冷蔵庫にあるような、ちょっと料理人の人とかパセリの茎とか野菜の皮とかですね、あとちょっと悪くなったトマトとかを取っておくんですけど、これをこのもつと一緒に入れちゃいます。結構な量が入ります。あとは胡椒のホールで、大切なのは塩をですね、もうお湯に対して 1.5% かもう 2% ぐらいきつめの塩を振って、であと水を加えてひたひたぐらいの量ですね。でこの状態で火を加えていきます。でなくてもいいんですけど、ちょっと柑橘が入るとですね爽やかな香りが入るので、あとちょっと白ワインを入れるんですけど、これなかったら大丈夫です。でこの状態で加熱していきます。でこれから沸騰状態まで持っていくんですけど、この豚もつはですねあくまでもボイルしてあるので、この今炊いていく目的っていうのは柔らかくするためじゃなくて、あくまでも下味をもつに入れるっていうためと、臭みを和らげるためにこの仕事をしています。はい、それでは今沸いてきたので、そしたらですね一回ちょっとアクがたくさん出てるので、軽くですね表面のアクを取ります。あとはポコポコ沸いてるぐらいの状態で、どれぐらい柔らかくしたいかによって煮る時間って変わってくるんですけど、これはもう香りと下味を入れるためなので、ここからですね15分ぐらい炊いていきます。で今ですね15分煮ていったところなんですけど、煮上がりの目安は一度これ味見して、このスープが美味しかったら OK です。でここでですね火を切って、であとはこのままですね少し冷ましていくんですけど、冷めてる間にこのもつの中に下味が入るっていうイメージですね。でこの後ですねこれはこして野菜の方は使わないんですけど、この出汁がですね本当に美味しいもつのブイヨンが取れてるので、このままですね煮込み料理に使ったりとかパスタソースにしたりとか、あとはスープズッパなんかにしても本当に最高です。でこしたものをですねこのもつを使っていきます。はい、それではアラビアータソースを作っていきます。で今日はですねニンニクかなり細かめです。で内臓系とかですねちょっと臭みがあるようなものをやるときは、とにかくパンチを意識した切り方、細かいみじん切りのニンニクで、オイルもですね気持ち多めで加熱していきます。で日本のもつ煮込みとかもそうだと思うんですけど、七味唐辛子いっぱいかけたりするじゃないですか。それと同じイメージで、この後ですね生の唐辛子をたっぷり入れて辛みも効かしていきます。ではニンニクがふつふついってきたら、この状態でもうごく弱火でじっくりとですね4分ぐらい加熱してニンニクの香りを引き出していきます。でトリッパの煮込みっていうのは基本的な煮込みなんですけど、その煮込みをやるときに僕が下処理として必ずやる仕事で、このブイヨンを内臓に含ませるって、味を含ませるっていうやり方で、この基礎がですねあると冷やしてサラダにしたりとか、あとは煮込みもトマト系じゃなくてビアンコで煮込んだものだったりとか、あとはフリットにしたりして、本当に内臓料理の応用が効く基礎的な今日技術です。
で他にもイタリアには、内臓料理ってたくさんあるって言ったんですけど、ローマのトリッパの煮込みだったりとか、あとはローマだと子羊の内臓で煮込んだコラテッラっていう煮込みだったりとか、フィレンツェに行くとギアラを使ったランプレドットっていう料理とか、あとは北イタリアに行くと鶏と子牛の内臓を使って作ったフィナンツェーラっていう料理があったりとか、イタリア全土にですね本当に内臓料理っていうのはたくさんあります。では今ニンニクのオイルを作っているところでパスタを茹でていくんですけど、今日はですねしっかりとキレのあるアラビアータなのでテフロンタイプのツルツルタイプを茹でていきます。それでは今ニンニクもですねきつね色に色づいて結構パンチがしっかり出た状態です。でここで生の唐辛子辛いのでこの段階で入れます。はい、それでは唐辛子の香りもしっかり出たので、ここで先ほど煮た豚もつを冷ましたもので、豚もつが入ったらここでニンニクオイルをですねしっかりともつに絡めて、ここでですねニンニクオイルでしっかりと炒めてあげると、このもつのですね臭みが飛ぶというか、もうブイヨンを含ましているのでそんなに関係ないんですけど、ここでもつの香りもですねしっかりと立たせてあげて、でブイヨンで下処理しない場合はここでですねよりしっかり炒めてもつ臭さをですね飛ばしてあげるのが大事です。でもつの香りも立ちました。そしたらここでパッサータが入ります。で一旦沸かしてって、この今もつとアーリオオーリオのうまみをこのトマトのソースの中にしっかりと出していって、で弱火にします。あとはこのパスタタイポモドーロってもうすでに煮詰まってるものなので、火入れたらもう今完全にこう煮詰まったような重たい状態になるので、ここでですね、茹で汁でもいいんですけど、さっき作ったこのブイヨンですね、こしたもの、これをちょっと入れるとソースもこの滑らかになるし滑りも良くなって、でさらにこのもつのうまみも入るので、もうこれだけでパスタ和えないでも最高の状態です。で今パスタの茹で上がりを待っているんですけど、僕塩してないんですけど、これもう塩しないでも今完全に味が決まった最高の状態です。これは下処理でブイヨンを含ましてるからこのままで大丈夫なんですけど、それをやらないで豚もつだけ炒めるっていう方はアーリオーリオで豚もつ炒めた時に塩しっかりしてください。はい、それでは麺が茹がったので合わせていきます。あとはもうこのちょっと固めのアルデンテのですねこのテフロンのパスタをあえて、で最後にたっぷりイタリアンパセリ、ちょっと汁気が足んなかったらちょっとブイヨンを加えて、で最後一気に混ぜ合わせて、はい、それではいい感じにパスタにソースがしっかり絡んだので盛り付け入ります。はい、これで豚もつのアラビアータ完成です。はい、それではいただきます。皆さんこのパスタですね、というかこの料理はですね本当に僕が個人的に大好きなイタリアンの料理の一つで、この料理の僕のこのベースなんですけど、僕がまだ学生の時にイタリア料理を食べ歩いてた時に神楽坂にカルミネさんっていう老舗のイタリア料理店があって、そこのトリッパのアラビアータっていうのがあって、その時ですね初めて食べて本当に感銘を受けて美味しかったなっていう記憶があって、その料理が一応ベースになって今日のこの料理があるっていう感じですね。はい、ごちそうさまです。今日のこのもつ煮のパスタなんですけど、イタリア料理の基礎が詰まった最高のパスタになっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。